私は3時のおやつを深夜3時にも適用する臨機応変な女の子。この子は梅、おばあちゃんの作るおはぎが美味しくてついつい食べ過ぎてしまい最近キロ太った女の子。この子は3日、コンビニスイーツのカロリーをノートに記載して独自のカロリーノートを作成している女の子。そんなうちらは食後のデザートを食べに行こうとある店に入店することになったんやけど、あ、そうや、最後にパフェでも食べに行かへん？今しがたパフェの口に切り替えたとかやねん。便利な切り替え機能を搭載しとるもんやな。実は前々から気になってた店があるんよ。そこなんやけど。おっちゃんパフェ。嫌な予感しかせんのやけど。まあ面白そうやし入ってみようや。見渡す限り店員さんがおっちゃんばっかで異様な雰囲気やな。とりあえずメニューでも見ようか。どれどれ。近所のおっちゃんパフェに会社のおっちゃんパフェ、それから港区のおっちゃんパフェ。港区女子は聞いたことあるけど、港区おっちゃんってなんやねん。二人はどれにする？うちは港区のおっちゃんパフェにしようかな。どれもようわからんけど、一番ノーマルっぽい近所のおっちゃんパフェでええわ。ほな店員さん呼ぶで。あ、ちょっと待って。メニューに注意書きがあったんやけど、注文の際はおじさん公文でお願いしますって書いてるで。そんなスキル持ち合わせてへんわ。JK には荷が重すぎるて。港区おっちゃんパフェを1つください。それから店員のおっちゃんにとって素敵な一日になりますように。こんな感じでどうやろ。口寄せしておっちゃんの霊を高齢させたんかってレベルで完璧におじさん公文を使いこなしてるやん。他にもなんか書いてあるね。なになに？メニューによっては同じ自慢話を何度も聞かないと受け取れない商品もございます。おしぼりを渡された際はまず顔と首筋をお拭きください。なんやルールがしんどいわ。こちらのルールが守れなかったお客様は罰金として100万円過去100円をお支払いいただきますやって。その小ボケが文字起こしされた事実もしんどいわ。今更やけどさっきから定期的に絵好きが聞こえてきとるな。これ店内の BGM か思ってたわ。こんな不快な BGM が世の中に出回っとったらあかんやろ。あれ？梅どうしたん？あそこにおるんってピースベイカーさんちゃう？ほんまや。なんや暗い顔しとんな。ちょっと声かけてみようか。今度は陽気な外国人でも高齢したんかいな。あ、お前たち。ベイカーさん、暗い顔してるけど、何かあったん？実は組織から。話しにくいこともあるかもしれんけど、話したら気持ちが楽になることもあるし、よかったら話してみ。いや話し始めてたやん。会話の正面衝突するんやめてあげて。続きをどうぞ。実は組織から首を言い渡されたのよ。なんでな、あんなに頑張ってたのに。頑張ったって言っても結果が伴ってないからね。魔法少女を倒せてないという事実が全てなのよ。どこの世界も厳しいもんなんやな。そもそもベーカーさんは役職的にどのあたりの地位やったん？私は組織の幹部だが、私たち幹部の上にはさらなる強大なボスが存在する構図になってるわ。さらなる強大なボス。今の私はもう何者でもないから、お前たちに一つだけ忠告しとくわね。もう間もなくボスが動き出し、大きな事件が巻き起こるの。せいぜい気をつけることね。そんな恐ろしいことが待ち受けているなんて。まあ遅かれ早かれうちらが戦うことに変わりはないからな。せやで、これで心の準備ができたっちゅうもんやろ。で、それはいつ起こるん？詳細までは聞いてないわ。決行日が決まる前にクビになってしまったから。何はともあれ、ご忠告ありがとうございます。っていうかパフェ食べに来たんやから、まずパフェ食べようや。ああ、そうやったな。すっかり忘れとったわ。ベイカーさん、また別の組織に再就職が決まったら、今度こそちゃんと戦おうな。今度こそは絶対倒すわよ。